はい、皆さんこんにちは、なおです。今日はもうタイトルにもありますが、もう我慢の限界なので物申したいことがあって動画を撮っています。でいろいろ伝えたいことがたくさんあるんですけど、僕ちょっと話まとめるのが苦手なんで、一応マネージャーの中にも電話で参加してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でも早速何に怒ってるかと言いますと、最近海外 YouTuber とか旅人 YouTuber がよくフィリピンにたくさん来てて、再生数のためとかお金稼ぎのためとかに、実際事実とは異なったり、事実から飛躍した演出ばっかりして過剰にフィリピンのイメージを下げるような動画ばっかりを出すことに怒ってます。というかもう悲しいです。で具体的にはこういう動画がすごく多いんですよね。貧困がやばいとか、スラムに潜入してみたって感じの動画だったり、その国の女性が軽い女と暗に見下してナンパしたり風俗を紹介するような動画だったり、わざと繁華街で危ない行為をしてそこでトラブルを起こすような動画だったりっていうのが最近すごく多いです。でもコメント欄などを見てても、それがなぜいけないのとか、面白いからいいじゃんって人もたくさんいるんですよね。なので、そういう動画がなんでいけないのか、僕なりに考えたのでいくつか解説していきます。で1個目が、過剰な演出をしてフィリピンの悪いイメージや偏見を世間に植え付けてるからです。いやなんかわかるんですよね、そういうコンテンツが受けるのは。日本人からしたら非日常だし、そういうところを見れるのが YouTube だし。でもなんか最近のいわゆる旅人 YouTuber は、その動画を盛り上げるために過剰に演出して、で国全体に悪いイメージや偏見を世間に植え付けてる。なんかたまにならいいけど、その人たちはもうあえてフィリピンに来て、あえてそういう場所に行ってそういう動画ばっか出す。なんかもうそれってフィリピンにもうめっちゃ悪いイメージを植え付けてますよね。2つ目が、フィリピンを侮辱されて悲しいし腹立たしいからです。で僕はフィリピンのハーフで、ここは自分のルーツでもある国です。もう5年も住んでて、日本と同じくらいマイホームだと感じてる国だし、その国をそんな見せ方しかされなくてもう悲しいです。でそもそもスラムとか貧困とか、その国の人、その場所の気持ち考えたことありますかっていう話で、逆に日本で同じことされたらどうですか。例えばですけど、よくわからないアメリカ人が調子に乗って日本人ナンパして、で日本の女は欧米人なら簡単にまた開くぜって笑い物にされてたら悲しいし憤りませんか。で3つ目が、貧困スラムというイメージを蔓延させることでフィリピン人の自尊心を傷つけてるからです。で1個目でも言ったように、スラムで貧しいというイメージを植え付けられるとどうなるかっていうと、今の時代フィリピンの人も当たり前のようにネットはもちろん見れます。なので彼らからすると、スラムで貧しいって動画がたくさんあると、自分たちは発展途上の国で貧しい存在だと思われていることを当然知ることができます。自分たちは貧しい存在なんだっていうイメージを彼らも受け取ると、彼らの自尊心も傷つけることになって、彼らの可能性を妨げることにもなります。分かりやすい例を挙げると、僕らは仕事で NGO の人たちとよく会うんですけど、以前フィリピン人の NGO の代表の方とお話をしてて、すごく印象的だったのが、その代表の人自身貧しい環境で育ってて、で若い頃は日本人と目を合わせて喋ることすら難しかったみたいです。でなんかその理由を聞くと、なんか彼自身が日本人は上、僕たちは下と思ってしまっているからでした。で彼が言っていたのは、フィリピンは貧しい国って認識されること、そうやって対応されることで彼らの自尊心を傷つけて、彼らの将来の可能性も狭めるって言ってたんですね。なので危険スラムって動画がたくさん YouTube にあふれ返っている状況は、もうすでにそれが彼らの未来を妨げることにもつながります。はい、なので具体的にいくつか、どういう動画が YouTube 上に上がっているのか、紹介したいと思います。一つ目がこちらですね。この動画を作るきっかけにもなったんですけど、ナンバーワン危険地帯、セブ島でダントツに治安の悪いマンゴーストリートのキャッチがひどすぎたので晒します、注意喚起 in フィリピンっていう動画を、エクジットジャックの万平さんっていう人がつい最近公開したんですね。で内容としては、マンゴーストリートという夜の店がたくさんある日本の歌舞伎町みたいなとこですね。で撮影を行ってて、当然キャッチの人に勧誘されるんですけど、そこで最終的に危ない目に遭ったというような動画なんですね。でこの動画はもう本当にひどくて、
この人たちは前日にマンゴーストリートに行ってて、そこでちょっと揉め事があったから動画のネタにするためにこの日にもう一回来て撮影したろって感じでやってるんですね。で冒頭に危ないとこなのでどんな感じか注意喚起ってことで撮影したいと思いますみたいな入りなんですよ。で実際にキャッチされて、でこれは彼本人が動画内でも言ってるんですけど、普段そういうのはスルーするけど撮影のためと思ってって言って、でキャッチとめっちゃ話し出すんですね。でそれでキャッチも時間かけて勧誘したから後に引けなくなって、最終的にはトラブルみたいな感じになったんですけど、でこれって絶対にネタになるからって自分たちでトラブルを起こしに行ってるじゃないですか。でそれでマンゴーストリートはやばい、マニラよりやばいって騒ぎ立てるんですよ。でも僕実際にこの前マンゴーストリートで2時間ぐらいかけて夜中に撮影したんですけど、全く危険な目には遭ってないんですよね。もちろんキャッチはされたけど、普通に断れば問題なんて起きなくて、自分から変なことしなかったらそんなこと起きないからって感じなんですよ。でサムネにも薬中目がいってるとか、タイトルも観光客を襲う最悪なぼったくりとかって、もう普通に自分で絡みに行かなきゃこんな時代にはならないのに、観光客を襲うって過剰に演出しすぎでしょっていう感じです。てか日本でもキャッチとめっちゃ話しといて急にやっぱいいわみたいに言ったら、そりゃしつこくするキャッチもいると思いますよ普通に。でまとめると、自分からトラブルを起こしといて撮影するなら100歩譲っていいですよ。でもそれを他人の国でやるなよってことなんですよね。自分のために、他の国に悪いイメージ植え付けて、で大晦日のテレビより面白いですなんてツイートもしてたりするんですけど、でそれで20万人登録者達成って喜んでて、フィリピンはお前のおもちゃじゃねえって話ですよね。で2つ目がこちらですね。フィリピン人をガチで現行犯逮捕しました。この動画は去年の7月頃かな、少し前の動画になるんですけど、有名なジョーブログという YouTuber がフィリピンのマニラにあるマラテという繁華街で、自分から財布や携帯を盗まれやすいようにして犯人を捕まえて説教をしようっていう企画の動画を出したんですね。でそれで本当にスマホを盗まれて実際に子供が逮捕されちゃうんですけど、で次の日も今度は他の犯人を探して、自分たちで犯人を取り押さえて路上に押さえつけて、その人の顔も晒して警察に突き出したんですけど、いやーさすがにひどすぎます。この動画はそもそも自分から盗まれるようにわざとして、それで犯人捕まえて説教したろって言ってるんですけど、それって相当やばくないですか。もちろん盗む方も良くないですよ、もちろん。でもそれをわざと自分のために犯罪を誘発して逮捕させるって、人の人生なんだと思ってんだって話ですよ。注意喚起の動画ですってヘラヘラ最初に言ってますけど、めちゃくちゃだなって思って、本当に正義感とかでやってるなら本当におかしいんですよね。でさらにやばいのが、その逮捕の時に自分たちで暴れるフィリピン人を地面に押さえつけて、その顔とかも晒しちゃってるんですよね。いやー、ひたすらフィリピン人のことを舐めてるなというか、本当に怒りしか出てこなかったです。悲しいです。でこれも重要なんですけど、あの見せ方だとフィリピンって危ない国で道を歩いてたらスマホを盗まれちゃうんだってイメージがついてしまいますよね。もうこれも本当に最低最悪な動画です。で続いてがこちらですね。もうこれはもう本当に一部なんですけど、スラムを取り上げた動画が最近本当に多くて、再生数が取れるからか、とにかくスラムの動画ばっかり撮影してるんですよ。で例えば万平さんのチャンネルの動画で一番再生されてるのはマニラのスラムの動画で、そこで味を占めてことあるごとにスラムの動画を出してるんですよね。でも実は僕も、スラムの動画は撮影してて、フィリピンにスラムがあるっていうのも事実です。ただそれを撮影する上でそこの現状を伝えて日本人の理解を深めたいっていう愛というか、リスペクトが彼らの動画からは全く感じられないんですよね。とりあえずスラムに行ってみて危ないことが起きれば儲けもんだし、逆に何もなければ行ってみれば全然危なくなかった、優しいし笑顔だったいう、いい人感出してまとめるっていう動画ばっかりです。もうあなたたちがやってることって、この人たちはスラムに住んでる貧乏な人たちです、貧乏な人たちが住んでる街はこちらですってやってるのと一緒なんですよ。もちろん彼らにどこまで悪意があるかは分かんないですけど、そこに愛は全く感じられないです。ただ自分たちの再生回数の動画のネタとしてフィリピンを貧困というワードで一括りにしてお金のために利用してる、
そんな姿勢が見て取れるんですよね。仮に動画の中身がそこまで無礼なものではなくても、最初に言った通りフィリピンのスラム危険で煽ったサムネが YouTube に蔓延してるだけでめっちゃイメージを毀損するのは皆さんも分かりますよね。で最後の例になるんですけど、こちらですね。前代未聞、セブ島留学して美人教師がいっぱい来たので口説いたらやりすぎて退学になった in フィリピン。超不思議、セブ島留学したら先生可愛すぎたので空耳英語で口説いてみたら部屋誘われた in フィリピンみたいな動画があります。ここからはじゃあ俺がちょっと話してみる、お願いします。まあなんか今までナオが言ってくれたように、まあ、この万平って人をはじめとして、まあ、フィリピンに全然リスペクトしてない YouTuber めっちゃいる中で、うちの会社も留学の会社でいろいろフィリピンを紹介したり、まあ、情報発信してるけど、これなんか全然リスペクトないフィリピンにリスペクトない YouTuber を起用してでなんか、まあ、仕事をオファーすること自体も結構ナンセンスだけど、なんかこの作ったこれ企業案件なのね。企業案件の動画で口説いたら部屋に誘われたとか、なんか口説きすぎて退学になったとか、ネタだとしてもなんか軽く扱ってるスタンスをなんか助長してるじゃんこれ大学で、でこれで OK 出すってもうマジでどうかしてるなと思ってて、まあこの YouTuber まあ100歩ずついいとした時に、これイデアアカデミアっていう学校なのね、イデアっていう日本資本の。で留学会社グローバルダイブっていうこれも日本の会社、でこの2つってフィリピンでビジネスさせてもらってて、マジでフィリピンのことリスペクトしてないなってすげえもう悲しくてこれ見て、なんかただフィリピン留学儲かるからなんかその市場に乗っかってフィリピン稼げるからやってみますみたいなマジでフェイクな会社だなと思って、だからこういうなんか中身見ずになんか再生数多いからだけでこの YouTuber にオファーして、なんかもう儲かれば何してもいいっていう感じじゃんこれ。なんか根底にさこうフィリピン人バカにしてないとさ、このタイトルでゴーサイン出せないよね。そうですよ、実際動画見ると、まあ、内容はそんな過激なものではないんだけど、で、まあ、演出なんだけどフラッシュカメラにフィリピン人の先生を万平が、まあ、ちょっと膝に乗せるんだよね。なんかそういうのもなんか下に見てるからそういう演出で OK して自分も出演するんだろうな、同じくフィリピンでこういうふうに俺らやってる立場からするとさ、まあ、これもマジでどういうつもりなのみたいな。そうですね。今後さこの学校に留学する人もさ、まあ、この留学エージェント、グローバルダイブで留学する人もいっぱいいると思うんだけど、まあね有名な会社たちだし、そこ経由で留学したり、この学校に行くことってそこに落ちたお金って、まあ、要は今後ともそういうフィリピンのイメージを毀損するような活動にお金を儲ければ何でもいいからプロモーションに使われるってことだよね。そうですね。だからそういうのは消費者も理解してほしいよね、こういうことを OK 出す学校と留学会社、いやそこに使うってことはあなたたちも加担してますよ。まあこれだけ言えれば俺はもう今日 OK です。 OK です。ありがとうございます。でまあ以上がまあほんの一部ではあるけど具体例で、もう本当にフィリピンのことを舐めてないとできないような企画だったり、まあ、フィリピンのことをそもそも下に見てないとできない企画をあえて考えて上げてる動画が本当に最近多いです。で最後に改めて僕の言いたいことをまとめさせていただきます。で、まあ、ずっと言ってるように再生回数を増やしてお金に走るあまりに、まあ、フィリピンの偏見、悪いイメージを多くの人に植え付ける情報発信者が本当に多すぎます。でも僕がこういう動画を出したとしても、まあ、彼らはどうせやめないと思います。で僕ももちろんそこにある事実を歪めて安全ですと主張したいわけではありません。でも過剰に危ない演出をしたり女性が軽いように見えるような演出が蔓延している状態を僕は本当に変えたいんです。普通のフィリピンを伝えたい。でも今は明らかに普通じゃないです。ネガティブな情報ばかりが前面に出てしまってます。まあ、これは僕が YouTube をやる意味でもあり方針なんですけど、僕はフィリピンのいい面も悪い面も偏ることなくみんなに知ってもらいたいです。で観光、生活、留学情報などを通してフィリピンの正しい情報を発信することで彼らみたいな動画と同じくらい YouTube で表示されるようになって、今のフィリピンの偏見をなくしていきたいです。2020年本気で頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。以上、物申す動画でした。引き続き皆さんよろしくお願いします。